ドーナツパイを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、ドーナツパイを作っていきたいと思います。ドーナツパイの材料はたったの2つで作ることができます。トッピングはですね、チョコレートやいろんなものを使っていくんですけれども、こちらはですね、お好みのもので楽しんでトッピングしていただけます。余ったパイシートの使い方もね、一緒にご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにドーナツパイの材料をご紹介します。材料はこちらです。冷凍パイシート、卵、こちらの2つの材料で作っていきます。まず冷凍パイシートに関しましては、だいたいね、約18センチ ×18 センチの冷凍パイシートを使います。こちらはですね、長方形のパイシートを使っていただいても大丈夫ですし、用意できるもので作るようにしてください。そして卵に関しましては M サイズを使用していきます。ちょっと余ると思いますので、余ったものはね、何か他のお料理に使うか、もしくはですね、もっと量を作っていただいても OK です。そしてトッピングの材料はこちらです。チョコレート、チョコスプレー、ラズベリークランチ、ココナッツファイン、アーモンドダイス、こちらを使って作っていきます。このトッピングに関しましてはお好みのものを使ってやってみてください。チョコレートもですね、お好みのものを使用していただいて OK です。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それではね、早速作っていきます。まずはじめに卵を溶きほぐしてください。白身がね、切れるまでしっかり混ぜましょう。卵の準備はこれで OK です。続いて冷凍パイシートなんですが、こちら今回3枚使用していきます。こちらはですね、作業する5分から10分前ぐらいに冷凍庫から出して半解凍の状態で作業し始めるようにしてください。そしたらですね、半解凍させた冷凍パイシートをまな板の上に置いてください。まな板にね、くっつかないようにこのようにラップなどを敷いておくといいかなと思います。そしたらここの表面に卵液を塗ってください。全体に塗りましょう。このように塗ったら上からね、またパイシートを重ねてください。ピタッと貼り付けます。そしてこの上にまた卵液を塗ってください。そしてまた上にですね、パイシートを重ねます。このようにね、3枚しっかり重ねてください。でね、まだね、卵液が結構余っているので、長方形のパイシートでもね、作っていきたいと思います。長方形のパイシートもね、同じように冷凍庫から出して半解凍の状態から作業し始めてください。こちらもね、同じように卵液を塗ります。はい、そしてまた上から重ねてください。パイシートをね、伸ばしたりせずに半解凍させたらそのままね、重ねてください。さらに今回こっちの方はですね、2枚重ねて作っていきます。そうするとね、3枚重ねたものよりはちょっと薄く仕上がるんですが、こちらでもね、十分可愛くできるので、こちらは2枚で作っていきたいと思います。これでもね、まだちょっと卵液が余るので、それでも余った時はね、お料理などで使っていただくといいかなと思います。ではね、パイシートをくり抜いていきます。今回は約 7.5 センチのセルクルと、あとはですね、4センチのセルクルを使って作っていきます。こちらはですね、お家にあるもの何でも大丈夫です。こういったね、丸いものを使ってくり抜いてみてください。ない時はね、牛乳パックなどを切って簡単セルクルを使って作っていただいてもいいかなと思います。そしたらね、今回は多分4つぐらいね、くり抜けると思うので、4個ね、まずくり抜いていきます。ではくり抜きます。はい、このようにね、3枚重ねてくり抜いてください。では残りもね、同じようにくり抜いていきます。はい、このようにくり抜きました。そしたらですね、こちら余ったね、この枠の部分は後からまた使っていくので、このまま置いておきます。ちょっと一旦こちらはずらします。そしたらですね、今度はこの真ん中の部分ですね、こちらは4センチのセルクルでくり抜いていきます。はい、このようにくり抜いてください。では残りもね、同じようにくり抜いていきます。はい、このようにね、くり抜いてください。このように天板にオーブンシートまたはクッキングシートを敷いて、その上にドーナツを置いてください。そしたらですね、フォークなどを使ってこのドーナツの周りをね、押さえつけて、この3枚の生地をくっつけていきます。むにゅっとこんな感じでね、押さえつけてください。ちょっとずれやすいので、このようにね、ドーナツを持ちながらね、やってみてください。
こんな感じですね。このように周りを潰して3枚の生地をつなげてください。ではね、残りも同じようにね、この縁の部分を押さえつけてくっつけていきます。はい、これで OK です。このようにね、しっかりね、縁の部分を潰してください。そしたらですね、今から長方形の方もやっていきますので、それまでこちらは冷凍庫に入れておいてください。ではね、こちらもくり抜いていきます。こちら側ですね、ちょっとちっちゃめの約6センチのセルクルと、あとは約3センチのセルクルでドーナツ型をくり抜いていきます。こっちはね、3つぐらい抜けると思うので、3つくり抜いていきます。はい、このようにくり抜いたら今度は真ん中をねくり抜いていきます。はい、このようにくり抜いてください。そしたらですね、こちら側も同じようにこの縁の部分をねフォークで潰していきます。今ねラップの上でやっちゃってるんですが、できればねクッキングシートまたはオーブンシートの上でやっていただくといいかなと思います。というのもですね、パイシートもだんだん柔らかくなってきてしまうので、ふにゃふにゃになると移動させるのが難しいので、できるだけね天板などの上でやっていただくといいかなと思います。はい、こんな感じです。ではね、残りも同じようにやっていきます。はい、全部ね並べました。それではですね、こちらを200度に予熱したオーブンで15分から20分ほどですね、ふっくら膨らんで表面にいい焼き色がつくまで焼いていきます。今回ね上にチョコレートをトッピングするので卵液は塗らないんですけれども、ツヤを出したい時は表面に卵液を塗って焼いてみてください。それでは焼いていきます。それではですね、余った生地を活用していきたいと思います。まずですね、この余ってる枠の部分ですね、お好みのクッキー型でねくり抜いてみてください。はい、このようにね適当にくり抜きます。こちらの余った方に関しましては、このように適当に細長くねこんな感じで切ってください。そしたら少し伸ばしてくっつけて、こんな感じで重ねたらこれを伸ばしていきます。はい、でこんな感じでいい感じに伸びたら半分に折って、そしてねじります。そしてまた少し伸ばします。そしてまた伸ばしたら2つに折って、そしてねじります。はい、そしてこのようにねねじってください。そしたらですね、天板にクッキングシートを敷いて、そしてねこれ3枚重なってると思うんですが、このように剥がれます。このね卵液がついた方を上にしてください。重ねて焼いちゃってもいいんですが、今回違った方法でね焼いていきます。乗る分だけねこのように乗せてください。はい、このように乗せてください。あとはねこのまま焼いてもいいですし、分量外ですがここにですねグラニュー糖を上にまぶして焼いていただいても美味しく召し上がっていただけます。グラニュー糖をまぶすとねザクザクっとした食感も楽しめます。こちらはお好みでやってみてください。こっちはね全部ねグラニュー糖かけたいと思います。はい、 OK です。そしたらこちらはですね200度に予熱したオーブンで10分から15分ほど焼いていきます。余った生地はねこのように活用していただくといいかなと思います。はい、焼き上がりました。今回はですねトータルで20分焼いた状態です。このようにいい感じに焼き色がつけば OK です。厚みを見ていただきたいんですが、こちら小さい方が2枚重ね、そして大きい方が3枚重ねのドーナツになります。なのでこちらね厚みを薄くしたい時は2枚重ねでやってみてください。そしたらですねこちらは一旦このまま粗熱を取ります。それではトッピングの準備をしていきます。まずですねチョコレートを細かく刻んでください。今回こちらはねコーティング用のチョコレートです。普通のね板チョコなどを使っていただいても大丈夫です。コーティング用のチョコレートはね乾くのが早いので、時間がねない時はコーティング用のチョコレートを使っていただくのがおすすめです。富澤商店さんとかで売ってるのでぜひチェックしてみてください。はい、このように細かく切ってください。そしたらこちらをですね小さめのボウルに入れてください。こういったねアルミなどのボウルを使っていただくとチョコレートがね溶けやすくなります。チョコレート単品はね電子レンジで加熱すると焦げやすいので、湯煎でね溶かしていただくと失敗なく作ることができると思います。このようにボウルに入れてください。そうしましたら別のボウルにだいたい60度前後ぐらいのお湯を注いでください。
そしてボールを当ててこちらを湯煎で溶かしていきましょう。はい、 OK です。このようにね綺麗にチョコレートを溶かしてください。この表面にチョコレートをコーティングしていきます。この表面をねチョコレートにつけましょう。少し押さえつけて取ります。こんな感じです。このようにコーティングしてみてください。ではね残りも同じようにねチョコレートをコーティングしていきます。小さい方もね同じようにコーティングしましょう。はい、このようにコーティングします。そしたら最後ですね、お好みでチョコレートスプレーなどをコーティングしてください。はい、続いてラズベリーフレークです。続いてココナッツですね。そして最後アーモンドダイスです。こちらはトースターで軽くね焼いてからのせましょう。そうすると香ばしい仕上がりになります。トッピングはこれで OK です。お好みでやってみてください。そしてこちらが余ったパイシートを焼いたものになります。こんな感じでグラニュー糖をまぶしていただくと表面がねザクザクっとした仕上がりになります。是非ねこちらもやってみてください。はい、これでドーナツパイの完成です。こんな感じに仕上がりました。大きい方はパイシートを3枚重ねにしたもので、こちら小さい方は2枚重ねにしたものになります。そしてトッピングはチョコスプレー、ラズベリークランチ、ココナッツファイン、アーモンドダイス、こちらの4つで行ってます。このトッピングに関しましてはお好みでやってみてください。そして余ったパイシートはこのようにねクッキー型なのでくり抜いて焼いてみてください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。手づかみで失礼します。いただきます。サックサクですごく美味しいです。そしてねこのチョコレートがもう最高に合いますね。ではねこちら余った生地で作ったサクサクパイもいただきたいと思います。いただきます。こっちが表面がねザクッとしててすごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のドーナツパイのポイントです。まず今回ね冷凍パイシートなんですけれども、こちらはねお好みの大きさのものを使用するようにしてください。あと今回はですね2枚重ねバージョンと3枚重ねバージョン、こちらの2パターンをご紹介しました。こちらもですね厚みが変わるんですが、どちらもふっくら膨らんで美味しいのでお好みの方でやってみてください。そして作る時のポイントです。作る時はですね冷凍パイシートを半解凍ぐらいの状態から作り始めるようにしてください。あんまり解凍させすぎてしまうとパイシートが柔らかくなって作業しにくくなってしまいますので注意していただけたらと思います。あとはですねパイシートに卵液を塗って重ねていくだけなのですごく簡単です。重ね終わったらお好みの大きさのドーナツ型にくり抜いていただいて、あとはですね縁の部分をフォークで潰してパイシートをくっつけてください。あとは焼くだけなんですけれども、今回はねチョコレートをコーティングしているので表面にツヤ出しとかはしなかったんですが、こちらのねサクサクパイみたいにグラニュー糖をまぶしてザクザク系に仕上げたい時は表面に卵液を塗ってその上にグラニュー糖を振って焼いてみてください。あとはツヤだけ出したい時は表面に卵液を塗って焼いていただいても OK です。焼き時間に関しましては200度に予熱したオーブンでだいたい15分から20分ぐらいを目安に焼いてみてください。そしてトッピングについてのポイントです。今回はチョコレートをトッピングして、その後上にチョコレートスプレー、ラズベリークランチ、そしてココナッツとあとはアーモンドダイスを乗せてます。このトッピングに関しましてはお好みで楽しんでやっていただけたらと思います。チョコレートに関しましてはチョコレート単品を電子レンジで加熱すると焦げやすいので湯煎で溶かしていただくと失敗なく作れると思います。そして余ったパイに関しましてはこのようにね簡単なサクサクパイを作ってます。こちらもサクサクしてすごく美味しいのでぜひ余ったパイシートで作ってみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はドーナツパイを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますのでぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。